たいたいたいた。こんな武器手に入れたら構えたくなるじゃないですか。絶対なんかかっこよくなれた気がしません？日常生活を送っててこういう武器装備することってそうそうないので、オタクの私としてはすっごく上がりますね。なんかゲームの主人公とかさ、アニメの主人公になった気分。シュッシュッ、ポテチン参戦。なんかこういう動きあるでしょ。よくゲームとかでモーションがあるでしょ。なぜかこうやって動いてるこう装填完了。では改めまして、私が今回海外から輸入をした連射式ボウガンじゃないよ、ボウガンっぽいけどボウガンじゃないよ、偽ボウガンだよここはね重視して言わないと、これはボウガンではありません。はい、ではこいつこいつだってこいつ何者かと言いますと説明しますね。これはスリングショット、スリングボウとも言います。クロスボウもしくはボウガンではありません。スリングショット、スリングボウとは、火薬、空気を使用して弾を発射する機構ではなく、ゴムの動力を使用し弾や矢を発射する機構を備えた武器でございます。このスリングショット、スリングボウはですね、銃刀法で定義されている銃でもクロスボウでも該当しないため、銃刀法の制約は一切受けないものになります。銃刀法違反にはなりません。ただしもちろん、これはもう通常というか、当たり前のことなんですけど、正当な理由なく携帯すること、もしくは公の場で皆さんから見える、他者から見える状態で携帯することは軽犯罪法迷惑防止条例に触れるため違反となります。もうなんかこれはね当たり前じゃないですか。こんなのを持ってさ公園とかうろうろしてたら絶対迷惑というか変なやつでしょだから私もねこれをもうここの山に持ってくるまでにはちょっとこういうのを分解して
矢も取って、なんだろうな、発射できない状態、すぐパッて持って発射できない状態にして、ここで組み立てるようにしてます。でその分解って言ったんですけど、ここにゴムがついてるんですね。これゴムなんですけど、これも実際こう外せるので、これを外した状態で持ってきてます。そしたらもう何してもこれ出ないし、そもそもこれ入れてなきゃ発射できないしね。ちょっと重ね重ねの説明になるかもしれないんですけど、あくまでクロスボウ、ボウガンっていうのは金属の張力、しなりですね、弦って言われる弦を固定して、そう固定してっていうのが重要なんですよ。これを解放することによって矢を発射する機構っていうのがクロスボウとかボウガンなんですが、これは引っ張っても固定はされません。そうそう、後で実際に撃つシーンを見たらわかると思います。というか、そもそもこれ弦を使用してないんですよ。ゴムなのでね。でその弦がこう戻るしなりを使用して物を飛ばすという原理ではないので、クロスボウとは言いません。で武器と言っておりますけれども、これはね、ゴムの動力を使用して矢を飛ばして、イノシシから私自身の身を守るための武器です。はい、そんなね、護身用とは言いつつも、別に自宅でこれを使用するわけじゃないですからね。でも一応自宅の玄関に置いとこうかな。何かあった時用にね。実際にこれを使う場面というのはですね、イノシシが現れた。ゆっくり後退する。ゆっくり後退する。ストップ。待て。ウェイト。うわ、こっちに走ってきた。仕方がないっていう状態の時ですね。さて、肝心の威力なのですが、皆さんも気になっているのではないでしょうか。イノシシの皮膚というのはとっても硬いと言われています。実際にこうツンツンしたわけじゃないから分かんないけど、すごく硬いらしいんです。だからイノシシの皮膚よりも硬いものを準備しました。はい、イノシシの皮膚よりも硬いステンレスのバット100均です。ちょっと焦げちゃったのでステンレスのバットを的として作ってきました。狙う場所としてはもうこれ見ていただければ分かるとおり、もうここのイノシシなんですけど、もし外れてしまった場合に矢がね後ろにポンって飛んでいかないように、すごい段ボールを何重にも重ねたのをこんな感じで、はい、ぐるぐる巻きにしたやつを後ろに貼って、ワンチャンこれぐらい大きかったら私でも当てられるんじゃないかなっていう。貫通してどっかに矢がね飛んでってなくなってしまってもあれなので、一番はここに当てなきゃいけないんですけどね。じゃあ早速やってみよう。ちょっとこのかわいいイノシシを撃つのは気が引けるんだけれどもね、どこに置こうかな。いた。おとなしくしててくださいね。すぐ終わりますからね。痛くないですよ。チクッとしますよ。よし。とさっきのような状況は法律的にアウトなのでやめとこう。じゃあ実際にやっていきましょうかね。危ないからメガネ持ってきた。もし跳ね返った時がね、私避けられないと思うから。土に入った。ダメだな、ちゃんと固まってないね。惜しい。段ボールに当たった。
で下に行くんだろう。なんで下に行くんだろう。これポインター軸がずれてるから絶対この的のちょっと上を狙えば当たるんじゃないかな。ここ。あ、どこ行った？あれ？あ、イノシシに当たってる。あ、どこ行った？あ、あれ？あ、イノシシに当たってる。あ、いや、当たってなかった。当たってなかった。牙が当たってるように見えた。で、結局今どこに当たったんだ？あ、ということはここでもダメ。もっと上ってことか。ブム。もっと上だ。今日軸直すやつ忘れた。これつける位置が良くないのかな。もっと上を狙う。跳ね返ったね。跳ね返った。当たった。バットに当たった。イノシシじゃなかったけど。跳ね返ったね。跳ね返った。当たった。バットに当たった。イノシシじゃなかったけど。おお。ステンレスのバットに当たりましたが貫通しなかった。どこに当たったか分かんないけどポインター取れたんですけど、取れちゃった。そう取れちゃったまあいいか練習できたからね。はい、じゃあこれ見る段ボールも意外と強いんだなということが分かりました貫通してなかった。あ、いやなってる。ちょっといってる。であれだね、私こことステンレスのとこね、こことここに当たってるんですよ。威嚇のプロじゃない。標的にはあえて当てずのギリギリのところを攻めるっていう。ダメじゃんねでも怪我させるのもね、なんかこれで逃げてってくれたら一番ベストな感じなんですけどね。皆さんよーく見てください。これステンレスのバット刺さりはしなかったものの穴開いてますね。こっちも。今回私この的との距離約5メートルぐらいのところから打ったんですけど、これ皆さんイノシシに当たったら刺さると思いますか？どうなんだろうね。ステンレスに穴開けるんですよ。やばいね。とりあえずポインター直そうポインター直さないとね、標的的狙えないからね。で攻撃力的にはもう十分だと思います。これ以上上げてもね、私が操作とかできなかったりするから、武器はもういいだろう。じゃあ次は盾作ろう。盾、勇者の盾を。皆さんこんにちは。ポテチン TV のポテチンでごじゃる。いつもご視聴いただきありがとうございます。へいし、うしゃうしゃ。さて今回はですね、ちょっと私の悩みの種でありました
資材置き場をですね、生き物たちの巣にしないための対策を考えてきたので、それを実践していきたいと思います。では本日も皆さんよろしくお願いします。やーと、その前に害獣対策の人手ですよ。人手、第一弾として生の人手はあいにくちょっと私の敗北という結果に終わってしまいました。持ち去られました。そしたらですね、なんと視聴者のがっちゃんさんがこれ乾燥粉々人手を送ってくれました。くっさありがとうございます、がっちゃん。ちなみに今回はですね、イノシシだけに限定するんじゃなくて、害獣すべてを対象にしていきたいと思います。タヌキもあんなに可愛い顔して、こんなでっかい人手をハムって加えてさーっと持ち去っていったのでね、まだその映像を見てない方もいらっしゃるかもしれないので、とりあえずそちらの映像を先にご覧ください。どうぞ。食べてましたね。ダン、何でもいいからさ、うまいもんくれよ。ハフムヒャッと食べるんだからさ。で、さっき確認したら人手があと2個しか残っておりませんでした。ちょっと後で移しに行こう。ってことで、人手 VS 害獣ラウンド2。なんかこうか。人手はね、タヌキのお部屋を彩るインテリア。わあ、すごいですね。よいしょ。みーちゃんからご指摘をいただきまして、ちょっとなんか草とか片付けて見にくいからって言われたので、少し片付けます。なるほど、そっか。さてどうやっていくか。タヌキとかイノシシはだいたいみんなこの道をね戻ってって、こっちから来てこっちに帰っていく、ここがルートだと思うので、そっちの反対側、この草むらの中にでもこのちょっと残った人手とかみかんの皮とかは避けとこうかな。すごいいい肥料になりそう。
後でね、まさか食べられるとは、持っていかれるとは思わなかった。こんなもんでいいんじゃない？これなら見えるでしょ。どうだいみーちゃん、これで少しは見やすくなったんじゃないかい？いかがかな？ご満足いただけたかの？じゃあ今から乾燥パリパリじゃなくて乾燥粉々な人で巻いていきます。乾燥してたらパリパリだな。あいた。これが、10平方メートルに1キロって書いてあったからそんなにいらないんですけど、まあなんかせっかくだからちょっと多めに巻いてみようかな。うわーくっさあ、でも肥料みたいな匂いかな、へえ、こんなんなるんだね。ちょっとせっかくだからこんなの入ってなんかこんなのらしいです。確かに人手だね。よし。なんか隙間があるとその隙間を狙ってきそうだから隙間なく。あれだね、ちょっとここの中にも巻いた方が良さそうな気がします。で今日はこの中のなんかトラップ食べ物はちょっともう塩ってなったさつまいもとりんごを持ってきた。よし、できた。あとはご飯を置くだけ。よし。どうしましょう。外に出られなくなってしまいました。私は害獣だったのかもしれません。どうしよう。そうだ、いいことを思いつきました。よし、出られました。はい、今日置くやつ、置くご飯。あ、塩塩今日ももらい物だよ。じゃあ切って巻いていきます。鳥が待機してる鳴いてる。いい匂いがするぞって。でもなんか臭い匂いもする。おい、なんかすごいいっぱい鳥が寄ってきた。なんか変な鳴き声してる。ククククク。みんなになんかご飯の準備ができたよって言ってるのが。これ芋さ。このなんかオレンジ色って安納芋じゃない？おばあちゃんこれいいお芋じゃないか。あら、ちょっとこれ全部巻いちゃうのもったいないから、あとでどっかに植えとこう。
なんか植えてたら勝手に生えてくんじゃない？なんか最近放置畑ってよく聞くから。あららら。はい、巻き終わりましたので、次はカメラをセッティングしていきます。はい、トレイルカメラセット完了いたしました。ってことで次の作業に移ろう。なんだこれ。ムニムニしてる。キクラゲみたいな。キノコ？だってなんか木から生えてるよねこれ。こっちにもある。うわー、ちょっと気持ち悪い